こんにちは、アンナスです。今日は、私の新しい本、アンナスの、美味しい刺繍カフェ&スイーツっていう本の中からポットの刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。今日は、私の新しい本、アンナスの美味しい刺繍カフェ&スイーツっていう本の中の刺繍をしようと思うんですけど、ちょっとまだ撮影の段階ではまだ本がないので、ちょっとこのコピーしたものですいません。こういう感じの表紙です。で、この中のページの、コーヒーショップの棚っていうページがあるんですけど、それのこのチェーンステッチで作っているこのポットを刺繍しようと思います。他にもいろいろやりたかったんですけど、スタンダードなやつをまず一つやってみようと思います。図案を写すところは別の動画でやっているので、そちらをご覧ください。では、もうこの図案は全部チェーンステッチ、ちょっとサテンステッチ入ってるんですけど、ほぼ全部チェーンステッチなので、チェーンステッチで面を埋めるので、サテンステッチと同じで、面を埋める場所に最初の並縫いを入れます。もちろん玉留めでもいいんですけど、一つ前の穴に刺して、これでチェーンステッチで面を埋めるから、これで始めます。で、端からチェーンステッチの場合、線の上をずっと刺していくで大丈夫です。だから仕上がりがちょっと一回り大きくなる可能性はあるんですけど、だからといってこの内側でやるって結構難しいんで、言ってる意味がわかんないかもしれないですけど、こうやってチェーンステッチまず作りますね。まずチェーンステッチの作り方から。この線の上から針を出して、同じ穴に刺して、こうチェーンのサイズ、頭を出します。で、かけて上に引っ張るんですけど、こうすると、この真ん中に対して左右に少し糸が膨らむんですね。で、膨らんだ分、下書きの線よりちょっと外側に出るのが気になるなって思う方もいらっしゃるんですけど、私はもうこの線で大丈夫だと思っています。だからこの最初外側ぐるっと一周刺すんですけど、この線の通りにぐるっと刺して、でも2周目3周目でちょっと大きくなってもそこまで気になるほどではないんで、すごい厳密にどうしてもこのサイズでやりたいって方はちょっと自分で一回りちっちゃい絵にするとか、ちょっと縮小コピーするとかやってもいいですけど、そこまでしなくてもいいかなと思ってます。で、2つ目を刺すときは今、丸1つできました。で、糸が輪の中から出てるんで、また輪の中に針を刺して、で、さっきと同じサイズですね。頭を出して糸をかけて上に引っ張る。これの繰り返しです。で、いちいちかけるの大変なので、反対の親指で、私右利きなんですけど、左の人は左の親指でこういうことになると思いますね。押さえておいて、もう輪を作っておきます。で、輪の中に針を刺して頭を出して、もう引っ張るだけ。作業が1個工程が減ると作業が早くなるんで、これでずっと一周ぐるっとしていきます。で、下のカーブは滑らかなカーブなので線のままやるんですけど、ちょっと後でここの直角のやり方を説明します。はい、この90度直角のところまで来たんですけど、さっきここのカーブは何も考えずにそのままビューンと来たんですね。でも90度の時は一旦針を終わらせます。でないと角が出ないんですね。ここみたいにカーブになってしまうので、改めて針のさっき最後に作ったこの丸の中から針を出して、
でまたチェーンステッチをします。これをやるかやらないかでこの90度になるかカーブになるかっていうのが違いが全く違ってくるんで、ここは結構大事です。でまたしばらくいくと90度が出てくるんで、だから刺し始めをこの90度に設定しておくっていうのもいいと思います。これでまた端までいったら一旦針を下に落として終わらせて、で新たに輪の中から最後の1目の中から針を出して、でまたチェーンステッチをやっていきます。はい、これで最後あと1目で終わるなっていう時にここをきれいに滑らかにつなぎたい場合ですね、どうするかっていうと、一番最初に作った1目を布を刺さないでこの糸だけ2本すくいます。2本っていうのは輪の部分ですね。で一番最後に作った輪の中に針を刺すと、これで滑らかにこう輪ができました。だから丸いものとかを刺す時は必ずこれで最後やると綺麗にいきます。という感じで、今外側1周できたので、次2周目3周目4周目って埋まるまでずっと刺していきます。で、2周目以降の角はそこまできっちり作らなくても大丈夫です。多分最初のうち最初の2周目ぐらいはちょっと角をしっかり作っておかないとここに隙間ができると思うんで、2周目はきっちり角作って、3周目4周目ぐらいになってくるとチェーンステッチって結構ふわふわしているというか、端っこがこうモコモコしているので、だんだん角とかいちいち作らなくてもしっかり埋まるようになってくるんで、それぐらいになってきたらもうただぐる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 刺していくだけで大丈夫です。では2周目いきます。で、2周目を刺すときは結構開いちゃうんですよね、こんな感じで。だからかなり近づけて刺さないと隙間が空きます。で隙間が空いた時の対処法もあるんですけど、簡単に言うとここにストレートステッチを1本入れるってことなんですね。ちょっと今やってみますね。カーブがこの下のカーブと内側のカーブの角度が違うとこうやって隙間ができるんで、こっそりストレートステッチ1本入れると分かんなくなるんで、こんな感じでもし隙間ができたらもうこれで埋めていってください。もうやり直したりとかそこまでしなくても分かんないと思います。だからチェーンステッチで面を埋める場合っていうのはそういうのである程度ごまかしつつやっても平気です。チェーンステッチ1本だけがこうただ出てるだけ、面を埋めるんじゃなくて線で刺すって場合はあんまりそういうごまかしが効かないんできっちり刺していった方がいいんですけど、面で埋める場合は割といろいろごまかせるんで後からちょこちょこ足してください。はい、ここまで来たらちょっと直角に90度に刺すので、さっきと同じように改めてやり直します。はい、できたので裏に絡めます。チェーンステッチで面を埋める時ももう裏にいっぱい
糸があるので、もうこれで絡めて、で次が、こことこことこの持ち手ですね。玉留めで始めてもいいですけど、もう裏に絡められるんで裏に絡めます。これでここもチェーンステッチ。ここは線の上を刺すだけです。これでここに針を刺して、で続きこっち行きたいんですけど、ビュンと飛ぶと渡り糸になってしまうので、裏に絡めながら下に降りていきます。で、どっちでもいいです。下に合わせましょうか。2列、チェーンステッチで面を埋めるんですけど、まずこの下の線に沿ってチェーンステッチで埋めます。でその後こう逆に戻りながらチェーンステッチでまた面を埋めるんですけど、多分この幅にもしかしたら入らないかもしれない。でもそれでも大丈夫です。とりあえずやってみます。これで端まで行きました。そうするとこれ終わらせますね、一旦。で続きをやるときにちょっとここ尖らせたいので、これはもう頂点として置いておいて、少しずらして、わかりますかね、ちょっとだけ最後の一粒の半分ぐらいのところから針を出して、で戻りながら2列目を埋めていきます。はい、これで根元付け根のところに針を刺して、下書きよりもちょっとこの線が内側に行ったわけなんですけど、チェーンステッチで面を埋める場合っていうのはサテンステッチで面を埋めるのと違って、これでまた次ここ3列目行ってしまうとめちゃくちゃ太い線になってしまうんですね。だからそれは、このポットとして成立しないわけです。このコーヒーをドリップコーヒー入れる時に細くお湯注ぐやつですよね。だからこの注ぐところってあんまり太くないじゃないですか。細いじゃないですか。だからこの図案がちょっと残ってますけど、3列目作ってしまうと、なんかドリップコーヒー用のこのポットにならないので、もうこれはこれでいいにします。あとこの残っているところは後でお水で消します。という感じで、サテンステッチとやっぱちょっとこう世界観というか考え方が違いますね。で次が持ち手です。だからこれも最初に内側じゃなくて外側をやってから内側をやる方がその全体的なバランスとかを見ながら作れるのでいいと思います。これもじゃあ同じようにやっていきます。はい、ここができたんで、次はサテンステッチでこの蓋の部分を刺繍します。これはもう普通に横横に刺すだけです。はい。では裏に絡めてカットします。これでこのちょっと線が残っているところはお水で濡らして消します。私のチャコペーパーはお水で濡らすと消えるんですけど、洗わないと消えないチャコペーパーもあるんで、パッケージを読んで消してください。
以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。